皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、ウクライナ情勢の関連ニュースを取り扱っていきます。今回取り上げる主なニュースとしては、まずは、ロシア、北朝鮮の独裁者たちが、いかに兵士たちの命を使い捨てにしているか、かなりゲスな作戦をとっているので、ご紹介しようと思います。また、戦争犯罪についてのニュースも入っています。ロシア軍は占領している地域のウクライナ人を強制的に徴兵し、前線に立たせているというニュースも入っています。そういったニュースの後には、ロシアの凍結資産を元にしたウクライナに対して融資を行うニュースなども入っています。動画前半でロシア側のニュース、そして後半ではウクライナ支援のニュースを見ていきましょう。まずは北朝鮮兵に対する非人道的な扱いについて、ロシア派遣の北朝鮮兵、人間地雷探知機として利用されている。ウクライナと戦争中のロシアに派遣された北朝鮮兵が人間地雷探知機として利用されているという話が飛び出した。これはイギリスのザ・タイムズがロシアのクルスク地域で北朝鮮兵と最近交戦したウクライナ兵の証言を引用して報道したものだ。このニュースに関しては複数紙が報じており、表現がわかりやすかったデイリー NK の記事を見ておきましょう。ウクライナの第33突撃大隊、ビッグキャッツのレパードと名乗る中佐の話として、北朝鮮軍は肉引き機戦略をとっている。ウクライナが地雷除去車両を使うのに対し、彼らはただ人間を使うだけだと伝えた。同中佐によると、北朝鮮兵は互いに3から4メートルの間隔を置き、一列になって歩くだけだ。一人が吹き飛んだら、医療兵が後ろに回って死者を回収する。集団は次から次へと続きます。そうやって北朝鮮兵は地雷原を突っ切っていくという。ロシアには現在、ウクライナ軍と戦うため、1万2000人規模の北朝鮮軍兵士が派遣されている。ウクライナのゼレンスキー大統領によると、そのうち約4000人がすでに戦闘で死傷したと推定されるという。ウクライナ軍の中佐の説明が本当で、今後も同じ戦法が取られ続けるなら、派兵された北朝鮮軍兵が全滅する日も遠くないかもしれない。しかし、そのこと自体は、北朝鮮の金正恩総書記は全く気にしていないとデイリー NK 紙では報じています。北朝鮮のロシア派兵が明らかになって間もなく、韓国在住の脱北男性によると、デイリー NK に対し次のように語っていた。北朝鮮はロシアに派兵した軍人が戦場から一人でも生きて帰ってくることを望まないだろう。彼らが戻ってきて国民に自分が経験した事実を伝えた場合、体制に対する否定的な世論が生じかねず、体制維持に役立たないからだと主張した。北朝鮮では、海外と情報をやり取りした人々に対する死刑執行が繰り返されている中、外国の情報に染まった多数の兵士を帰国させるのは、北朝鮮当局にとって負担だろう。金正恩総書記は、ロシアから得られる見返りを優先し、追加派兵に踏み切る可能性は高い。ヨーロッパで命を落とす北朝鮮兵がどれくらいになるか、現状では見当もつかない。今回記事で報道されている北朝鮮軍の兵士たちの戦術については、映像の証拠としては似たようなものは確かに公開されています。ロシア軍の兵士たちがバイクやバギー、電動キックスケーターなどを利用した突撃などを繰り返し、徒歩による突撃は、例としては非常に少ないものです。ロシア軍としては戦車や装甲車がなくなった代わりに先ほども述べたような何かしらの代替車両を用意するものなのですが、北朝鮮軍兵士たちに関しては、今のところバイクやバギーといった代わりのものが用意されず、徒歩による突撃を強いられているといったことはたびたび報じられています。ですから、北朝鮮軍兵士たちの死傷率は、ロシア軍よりもさらに悪いものだと考えられています。派遣された1万2000人程度の兵士たちの4000人程度がすでに死傷しており、多くの兵士たちが亡くなっているという話も、実際にそうでしょう。ただし、デイリー NK が報じているように、金正恩総書記が兵士たち全員が亡くなるまで突撃を繰り返せるようにと、ロシア側に申し送りをしているかについては定かではありません。というのも、ロシア側の報道では、負傷した北朝鮮兵士たちが後方の病院に移送されてきて、病院の関係者たちが言葉が通じず、北朝鮮兵士たちに対する悪態をついているといった報道などもたびたび出ており、一応負傷兵の看護はしているからです。本当に全員亡くなってもいいと考えているのならば、病院に送ることもないはずなので、さすがに全員が亡くなっても構わないという意見については、ちょっと誇張があるでしょう。ただし、ロシア兵のように、一応何かしらの道具を使って
突撃を試みるのに比べれば、全員が基本的に徒歩で突撃させられる北朝鮮兵に対する扱いは、かなり劣悪だと言えるでしょう。ロシアも北朝鮮もどちらも指導者が独裁者であり、一般兵士たちの命を気にしないという共通点があるからこその作戦だと言えます。続いて、ロシア軍による占領地域において、住民たちを強制的な徴兵を行っているという話が出ています。ウクライナ国防省は、ウクライナ南部のロシア支配地域で、ウクライナ人の住民がロシア軍に強制的に徴兵されたと発表しました。国防省情報総局によりますと、昨年10月から12月にかけて、ウクライナ南部のザポリージャ州とヘルソン州内のロシア支配地域で、ロシア軍がウクライナ人の住民を強制的に徴兵したということです。その数はおよそ300人だったとしています。また、この徴兵では、60歳未満の男性全員を対象にする兵役登録が義務で、戦争への参加を拒否した人は、収入や仕事などを奪われる恐れがあると指摘しています。ウクライナ側は、ロシアが犯した国際法に対する違反行為だと非難しています。2022年2月、ロシア軍による本格的な侵攻がウクライナに対して行われました。その際、ウクライナ側は主に東部戦線に多くの戦力を割き、それがためにロシア軍の北と南からの侵入に対してはかなり脆弱だったといったことがありました。そのために北から南へと向かう軍勢はウクライナの首都キーウに向けて迫り、一方において南から進出したロシア軍はクリミア半島から南部ヘルソン州ザポリージャ州へとなだれ込んでいきました。この時、ウクライナ最大の原発地域であるザポリージャ原発が占領され、またヘルソン州においてはドニプロ川を越えて進軍したロシア軍がウクライナ最大の貿易港オデーサを目指していました。この時、南部側の侵攻は非常に速やかに占領されてしまったがために、ウクライナ人が避難する猶予が全くありませんでした。そのため、占領した地域における住民たちはロシア軍に対して撤退するように求めるデモも発生しました。しかし、この地域では現在もなお占領されており、今ではそのようなデモを行う人もいなくなりました。そのような人の命が奪われた可能性は指摘されていますし、占領地域におけるロシアに対する反抗的な態度を取った人たちは、残念ながら多くの人たちが拷問を受け、口をつぐむようになったと言われています。こうした住民に対する拷問に関しては、ウクライナ軍が奪還した地域でだけ国際的にもその犯行が確認されています。残念ながら取り返していない地域については、戦争犯罪について明らかにすることが残念ながらできません。そして、こうした占領した地域における強制的な徴兵に伴って前線送りにされるといったことは、よく覚えておかなければなりません。例えば日本国内には、あたかも敵が攻めてくれば、報復すれば命は助かるし、以前からの生活を占領された後も継続できると根っから信じている頭お花畑の人たちがいます。残念ながらそのような人たちはゲーム感覚で占領されるといったことを考えており、何の抵抗もしないんだから戦わないんだから黙って占領される自分たちは優遇されるはずだという非常に意味不明の言動をとります。しかし現実問題としては従順であろうがなかろうが占領した側の都合によって占領されている側の住民たちが扱われるといったことが現実に起きています。ロシアに占領されると、結果が最初から決まりきったような形で住民投票が行われ、住民全員がロシア軍による占領に賛成しているかのような結果が捏造された上で、プーチン大統領は住民みんなが望んでいるんだからという理由で、その土地を強制的に併合するといったことを実際に行ったわけです。ロシア軍が占領している地域において、自分たちの言うことを聞くようにと、より多くの男性たちを戦場へと駆り立て、彼らを人海戦術の中に組み込んでいくことは、より彼らの占領政策を推進させるための一つの手段です。続いて、ロシア国内において、軍事費を調達する動きが加速しています。ウクライナへの侵略後に政府が差し押さえた民間企業の株式や不動産などの資産は2兆円を超えた。歳入を確保し、国営の軍需産業に資産を集約する。ロシアがウクライナに侵略した2022年からの3年間で、国有化した民間企業が保有していた資産総額は約2兆円を超えた。2024年1年間の総額は5500億ルーブルで、2022年のおよそ2倍となる。22年以降におよそ200社が資産差し押さえの対象となった。
プーチン大統領は新興財閥などの起業家が政治に関与しないことを条件に、これらの企業の脱法行為の責任を問わず、自由な企業活動を認めてきた。しかし、ウクライナ侵略を経て、暗黙のルールを保護にし、特に西側諸国に近い起業家を汚職などの問題で追及する方針だ。ロシア政府は、ウクライナ侵略で財政余力が乏しく、民間資産の没収で歳入を賄おうとしている。ロシアでは、司法の独立化は形骸化し、裁判所は政府の意向を受けて判決を下す。国営軍需関連企業ロステフが軍事関連企業の民間資産を受け継ぎ、部門ごとに産業を集約するとの見立てもある。プーチン氏は起業家を排除する一方、侵略に協力する側近に見返りを供与している側面もある。ロシア政府は撤退したフランスの食品大手ダノンの子会社を南部チェチェン共和国の実業家に売却した。政界の有力者であるチェチェン共和国のカディロフ首相が背後にいるとされ、カディロフの親族が子会社の暫定的な代表に任命された。プーチン大統領は自らに近い有力者に民間企業から没収した資産を再配分し、権力基盤を盤石にする思惑が浮かぶ。アナリストは2025年以降も年間で50社程度が国有化される可能性があると分析する。ロシアにも法律はあります。しかし、法律がきちんと機能しているかどうかはまた別の話です。民間企業に対する資産の没収といったものを連発していくことによって、多くの人たちが無実の罪も含めて財産を失い、そして命を奪われることもあります。ロシアにおいては、非常に大きな企業の経営トップ層の一族が、ある日を境に続々と高層住宅から地面に叩きつけられるといったことなども数多く発生しています。しかし、プーチン大統領に忠誠を誓う限りにおいては、犯罪のもみ消しや不正利益についても追及されないなど、多くの利益を得ることができると言われています。また、それは何も一部の経営者一族だけではなく、一般の国民に対しても、プーチン大統領に対する否定的な意見を言う人とそうではない人の扱いには当然違いがあります。例えば、プーチン大統領は、ウクライナに対する侵略を行っているわけですが、あくまでも特別軍事作戦だという枠組みを未だに続けています。侵略戦争なんていう言葉を使えば、それは密告されて職を奪われ、刑務所に送られることになる密告による刑務所送りといったものも発生しています。そのような形で刑務所に送られると、今度は罪の減刑のために戦場へと出るようにと勧誘されるといったサイクルが回り始めることとなります。しかし、このような形で民間企業を次々と潰して国有化していけば、競争力のないような企業ばかり残っていくこととなりますから、当然のようにロシア経済の中身の脆さといったものは増していくことになります。プーチン大統領にしてみれば、表面上でもある程度形が取り繕うことができれば、それで構わないという考えになるでしょう。さて、動画の後半になってきたので、ウクライナ支援のニュースを拾っておきましょう。EU、ウクライナに30億ユーロ融資、凍結したロシア資産運用益活用。EU、ヨーロッパ連合は、ロシアの軍事侵攻が続くウクライナに対して30億ユーロの融資を行ったと発表しました。制裁で凍結したロシアの資産の運用から得られる利益を活用する枠組みを使ったもので、この枠組みの下での初めての融資となります。EU の執行機関ヨーロッパ委員会は、制裁で凍結したロシアの資産の運用から得られる利益を活用する枠組みに基づいて、ウクライナに30億ユーロ、日本円にして4800億円余りの融資を行ったと発表しました。ロシアの凍結資産を使ったこの枠組みは、去年の G7 主要7カ国の合意に基づくもので、今回が初めての融資となります。融資は、ロシア軍によって破壊されたエネルギー施設や水道、それに道路や橋といったインフラの復旧などに使われるということで、この枠組みの下で年内に最大で3兆円近くが融資されるということです。ヨーロッパ委員会のフォンデアライエン委員長は、ウクライナが自由のために戦い続け、勝利するために財政的な支援を行うとコメントしています。続いて、ロシアに対する追加の制裁も発表されました。アメリカ、ロシア産の石油を運ぶ影の船団など制裁へ。アメリカのバイデン政権は、ウクライナ侵攻を続けるロシアの主要な収入源に打撃を与えるため、欧米の制裁を回避して、
ロシア産の石油を運ぶ影の船団とも呼ばれるタンカーなどに制裁を科すと発表しました。ロシアの石油会社、ツルグとネフテガスなどを新たに制裁の対象に加えたと発表しました。ロシアが欧米の制裁を回避して、ロシア産の石油を運ぶために使っている影の船団とも呼ばれるタンカーなど183隻の船舶も制裁対象にするとしています。エネルギー分野で生産から流通に至るまで幅広く制裁をかけることで、バイデン政権としてはウクライナ侵攻を続けるロシアの主要な収入源である石油の取引を締め付けるのが狙いです。今回アメリカが発表した制裁に対する影響について、ロシアは現在のところ中国やインドに対するエネルギー資源の輸出を行っています。しかし、制裁の対象になっている船に関しては、中国側もさすがにこれを受け入れないと発表しました。モスクワタイムズによると、中国最大の港湾運営会社の一つである三島港湾集団は、ロシアの影の艦隊に対するアメリカの制裁に事実上参加すると発表しました。アメリカ財務省のブラックリストに掲載された船舶の受け入れを停止すると警告。ロシア側はアメリカの制裁のかかっていないところでの石油の別の船への詰め替えなどを新たに強いられることとなり、より一層輸出するためのコストが増加することとなります。また、インドにおいても同様の措置が取られるようです。インドの石油精製業界関係者がロイター通信に語ったところによると、インドの製油所はロシア産原油を運ぶ制裁対象のタンカーや制裁対象の企業が保険をかけた船舶を受け入れない予定だという。バイデン政権はこれまで世界市場での石油不足と価格高騰を防ぐためにバランスの取れた制裁を追求しようとしてきた。しかし、こうした考慮事項はもはや重要ではない。現在世界市場では石油が余剰になっています。ロシアに対するエネルギー資源に対する制裁なのですが、全くどこの国も買うなというような制裁はかかってはいません。あくまでも価格をものすごく安くして売る分には許すといったような制裁に限定されています。これはロシアからの石油をどの国も買えないような厳しい制裁を課すと、そもそも世界中で石油の値段がものすごい勢いで上がってしまって経済がむちゃくちゃ混乱するからです。そのため中国やインドはロシアに対して非常に強気の交渉を行い、世界的な市場価格よりも大幅な割引価格でロシアから石油などを購入しています。そうしたところから得たお金といったものがロシアの軍事侵攻の予算へとつながっていくわけです。一方でお金の流れという意味では、ようやくロシアの凍結資産をもとにしたウクライナへの支援が実施されました。これまで何度となくこの話題については触れてきましたが、合意が取れましたよ。ようやく会議で決定しましたよといった形で準備の話が続いていたわけですが、ようやく実務としてお金が渡るといった段階に入りました。この支援の形は私から見れば理想的なものだと言えます。ウクライナに侵略したロシアなわけですが、制裁によって海外に置いている資産が凍結されました。この凍結資産は本当に物体として凍結されているわけではなく、口座に対してロシア側から何ら操作を受け付けないといった形になっているだけで、現実にお金は存在し、そのお金の形として利子配当などを生むものであれば、そのお金がその口座に溜まっていくこととなります。例えば、中央銀行の持っていた海外に対する資産としては、外貨準備高が挙げられます。現金もありますが、その国における国債なども購入しており、そこから利益が出てくるわけです。ですから、元本については没収せず、制裁によって凍結しているその期間によって新たに生まれてくる利子配当などを元にして返済資金とする。こうすることによって支援のための融資をウクライナが受け取るんだけれども、ウクライナ自身は返済に全くお金を必要とせず、返済そのものはロシアの凍結資産を元にして返していくというものです。これであれば、ウクライナはまず全く負担がないわけですし、融資する側の国々においても返済には凍結資産という大元のお金を抑えているわけですから取りっぱぐれがありません。しかも抑えられているお金は侵略しているロシアのお金ですから、まさに自業自得というわけです。このニュースについて詳細を知らない人は、ウクライナに対して大きなお金を渡すのは
全くドブに捨てるようなものだというような話をしている人もいますが、私から見れば侵略している側が自業自得なこの構図というのは、むしろ侵略国に対する抑止力を生むような話で、これは前例として非常に良いものだと思います。例えば、中国がもしもどこかの国に攻め込もうといったような話になった時に、アメリカが今回の前例をもとにして、中国の持っている海外資産を凍結し、そのお金を元にして支援金に充てようという考えを持つことができます。中国政府は現在のところアメリカの国債も非常に多く持っているとされていますから、それらが完全に凍結されたら凄まじい経済的な打撃となります。こうした制裁に対しては、欧米からの不条理なやり方だといったような批判を親ロシア派の人たちがするわけですが、そもそも国際法を破って他の国へと侵略しているその時点で報いを受けなければならない立場だということは押さえておくべきポイントでしょう。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。そして情報の整理整頓に役立ったなと思われる方は他の方にお勧めしたり、ぜひともスーパーチャットのご利用もよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。